こんにちは、加藤です。今日は油絵に憧れているんだけれども描いたことがなくてどこから手をつけていいのかわからないという方に向けて初めての油絵講座。描く対象はコーヒーカップ1個。これだけ。では早速行ってみましょう。どうぞ。まず描き始めはパレットに絵の具を出すところからパレットを取り出してここに絵の具を並べていきたいと思います。今回はこの L 字の部分に並べてここを混ぜるところにしましょう。油壺なんですけどこの辺りこの辺にセットして私は奥側に揮発油手前にペインティングオイル絵の具を出す順番なんですけれどもこの並びの順でホワイトとブラックはちょっと別扱いでホワイトはねこの辺ここ黒は端っこ左端にしましょう。パレットは色見本の役割も果たしますので全色出すようにしましょう。こんな感じ置いてブニュッと最後こうやって絵の具を出した時に透明な液体が同時に出てくることがあるんですけどこれはこのチューブの絵の具の中で絵の具の粉と、接着剤のオイルが分離したその分離したオイルが出てきてるんですね。なので、絵を描く前にこれをねナイフとかでよく混ぜてから使えば特に問題はありません。はい、こんな感じで絵の具出しました。黄色から始まってここの黒までそしてホワイトはちょっと別格と言いましたけど一番絵の具の量をいっぱい使うのでこの右下に白だけね特別扱いをして別の枠で出します。ヨーロッパのバンゴッホに限らず、これターレンスですけど限らず蓋がねこう空回りするタイプよくあるんですよね。これは押し付けて回します。はい、開きました。で閉めるときは普通に閉めます。で閉め終わるとね空回りするんですよ。カチカチカチと開けるときはこのままじゃ開きません。空回りするばっかりで押し付けて開けます。こんな風にこれ一応ねここにイラスト書いてあるんですけれども初めての人はね面食らうと思います。ちょっと押し付けるっていうのを覚えておいてください。こぼさないように金具の縁に瓶の角をつけて量で言ったらねその日使う分だけ大さじ1杯分くらいかな。そしてここの部分これ垂れてきたりしてやはり瓶の蓋が開きにくくなったり固まっちゃったりするので拭いてから閉めてあげるとよりいいと思います。そして揮発油ですね。はい、大さじ1杯ちょっとくらいちょっといっぱい入っちゃいましたけどね。これでパレットと筆ナイフウエスこれだけあれば道具箱は、テーブルの上に置いとく必要ないので足元に置きます。モチーフはこんな感じで、コーヒーカップにコーヒーを注いでみました。最初の筆は平筆6号からいってみたいと思います。ちょっとだけ揮発油をつけて湿らせておいて最初はどうしようかな茶系で形取りいきましょうか。構図を考えます。どの辺に入れようかなっていう構図ですね。これは左下に影がこうできているのでこの影までをね絵にしたいなと思います。よくねこの下書きおつゆ書きとか言いますけど本当にこうシャバシャバの絵の具で形取りをしていく。右はギリギリ入れたいですね。ここギリギリ入れたい。上はここはねコーヒーが見えているんですね。で全体で考えるとこの辺ちょっと布の折り目が畳じわが折りじわが少し見えるようにすると斜め上から見下ろしてるテーブルの感じが出るかな。形をちょっと見ていきましょう。私が形見るときっていうのは、暗い形と明るい形って輪郭の形というよりも
暗い形と明るい形を比較しながら見ていきます。で、探り書きの段階ではこの当たりをつけている形をね、当たりをつけている段階ではこんな風に筆を横にして滑らせるように結構すり込むような感じで描いていくことが多いです。殴り書きみたいな感じなんですけど、今ちょっと黒入れてみました。少し濃い色を加えてみます。ここからはペインティングオイルを少し湿らせます。青をちょっと入れてみましょうか。ちょっと違う色も入れてみましょうね。ピンク、少しオレンジ色がかったピンク色バッグに少し置いときましょう。ここは何ていうのかな、紫色っていうかピンクから紫にかけての色味をね感じさせるように、左後ろはこの辺はちょっとすり込んでおきましょう。右下はちょっとグリーンっぽい感じで、でこうやってなんか実際は白い布が1枚引いてあるだけなんですけど、その白色じゃない色を置いていく理由なんですけど、結局これもうちょっと上からホワイトをかぶせていこうと思うんですね。でホワイトを上から乗っけてった時にちょっと緑色のがかったニュアンスが絵から感じ取れたらいいなと思うので、あえてここでは、サイドの高いグリーンだったりピンクだったりを置くようにしています。これは床に落ちる影の色です。コーヒーの部分、少し赤みがかった感じに色入れときましょうね。
でスプーンの形ほとんど今書いてなかったので、ここで少し形取りをしていきます。ここにスプーン、コーヒースプーンがあって、ソーサーの縁があって、でここはなんかね、色がねほとんど一緒に見えてるんですよね。さあここからはね、筆を3本同時に持って進めていきます。持ち替えながら進めていきます。ホワイトがなくなっちゃいましたね。絵の具もね、たっぷり使っていきます。ここからは絵の具をその場所の色を置いていくような、よくね、絵の具を置いてくっていう言い方をする先生がいるんですね。私もその置いてくっていう言い方をするんですけど、置いてくっていうのはあんまりこう塗り伸ばすんじゃなくて、その場所にこう置いて、これが私の言う絵の具を置いてくっていう感覚は、こんな感じの筆にちょっとこう多めの絵の具をつけておいて、で置いていく感じなんですね。置いていく感じ。あんまり塗り伸ばし、引きずらないで置いていく感覚、こんな感じ。影色どうしましょうね。ここ紫色にしたいんですよね。赤と青を混ぜて紫色がかった影色にしたい。と言ってもあんまり紫しすぎない感じで、形を少しずつ整えていきます。影の色がね、影の形が、影のフォルムがはっきり、この辺からちょっとずつね整えていきたいですね。ホワイトをもうちょっとこの辺多用しましょう。で上の方もホワイト加えていきましょうね。初めての油絵って結構皆さんね、水彩画っぽくなる人多いので、ここではねちょっと思い切って絵の具をいっぱい使って、重い絵を持った時に重量感を感じさせるような重い絵を描くっていう、そういう目標を立てて手を動かすのもいいんじゃないでしょうか。わざと今はこんな風にストロークが、筆を動かすスピードが、長くて速いストロークをちょっと意識的に使っています。ささっと手を動かすというか、シャシャッと手を動かすような、こう少し勢いのある感じの、スピード感のある感じの、動きで描くように今ちょっと意識しています。それなんでかっていうと、やっぱりなんかこう
動きを出したいんですね。動きって言ってもその時間の経過っていうか、生物ってそこに止まっているわけなんですけど、あんまりカチッと止めたくないというか、その一瞬を止めたいようなね、そういうどう言ったらいいかな、一瞬を止めたいという気持ちがありまして、毎回少しずつ形もずらしながら形を捉えていくと止まりにくいというか、動きが出やすいかなと考えるところがあって、あえてそこは毎回形を取り直すようなつもりで手を動かしていくと面白いと思います。わざとはみ出すというか、わざと隣に形が侵食するような、そういう風に、あえてずらすというのをちょっと意識的にやっています。その理由はあと形も今本来楕円って正確な楕円で言うと水平になってほしいところなんですけど、あえてここでは右下がりのちょっと歪んだ楕円を、意識的に作っています。取っ手が右下についているので、それに合わせてちょっと右下が引っ張られたような、重くなるような、そんな印象を受けるので、それに合わせて少し右下に形を歪ませています。なんだけど、お皿は若干左下に影ができているせいで、左に引っ張られているような、ここの影に引っ張られているような感じで、少し右下がりのカップに対して左下がりのソーサーみたいな、そんな位置関係で今形を、ずらしています。あとは気にしてるのは、あんまりきっちりした形にしすぎないように、あえてちょっと、乱暴に形を捉えているところがあります。省略して書いてるだったり、あとはちょっと強調して書いてるだったりなんだけど、このカップのね、側面が今なかなか決まらないんですよね。ここを青く仕上げたいと思いつつ、どうもなかなかこの青い色のところがいまいち決まってくれない。どんな風にしようか、その心づもりがですね、どういう風に仕上げようかっていうのがうまく決まってなくて、今試行錯誤しているところです。この自分に向いてるこの部分、ここに関してはちょっと迷ってるところですね。はい、内側に削ってみました。カップの縁ちょっと削ってみました。ネガの形で、外の形でカップを区切ってみました。この辺でちょっと筆がね、濁ってきたので、一旦筆をきれいにしようと思います。さて、いかがだったでしょうか？油絵を描いたことがないという方でも、こんな感じだったら自分にもできるんじゃないかなとイメージしていただけたら嬉しいです。用意してもらうのは、初心者の方におすすめのこちら、夢画材さんオリジナルバンゴッホ油絵セット。キャンバスと紙パレットがワンセットになった、もうオールインワン、全部セットになっている。これさえあれば、初心者の方でも始めることができます。これまでどうしていいかわからなくて二の足を踏んでいた方も、これをきっかけに油絵を始めてみてはいかがでしょうか。前半の動画はここまで。後半の動画をお待ちください。それではまた。さよなら。